ロジャーとガープの合体技が炸裂。涙のロックスを撃破し、ゴッドバレー事件ついに決着。そして全てを消すイム様の命令。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1165話が公開されました。タイトルは残響です。扉へリクエスト、ゼウスを枕にして気持ちよさそうに寝ているベポ、ペンネーム、マッチとタケシ。編集コメント、ロックス対ロジャー&ガープ回戦。今話の物語は前回からの続き。ロックスは苦しそうに叫びながらロジャーとガープに自分を殺してくれと頼む一方で、2人に対して猛攻を仕掛けてくる。ロジャーは明らかに異常を察知し、双方の激戦が始まる。ロジャーがロックスの巨大な斬撃を受け止めると、ガープはその隙に強烈な一撃を相手の顔面に叩き込む。ロックスは数歩後退させられるも、すぐに力強い斬撃を繰り出し、その凄まじい気迫で2人を吹き飛ばし、両者とも岸壁に叩きつけられる。この覇気の衝突でゴッドバレーの空までもが引き裂かれ、その場にいた者たちはみんな愕然とする。各地の海賊たちは次々と逃げ出し、銀票は部下を率いてロックス海賊団から離脱する。指揮はロックス海賊団はもう終わりだと断言する。ガープ率いる海軍とロジャーの船員たちはそれぞれ伝々中で2人に連絡を取ろうとする。非常に格好良いツーショットで2人は声を揃えて必ず戻ると叫ぶ。そして上着を脱ぎ捨てロックスとの第2ラウンドに備える。ロックス、ロジャー、本当ならお前ら両方とも捕まえたいところだが、俺は宝を奪ってシャッキーを連れてずらかりたかっただけなんだがな。どうやら今は一緒に戦うことになりそうだな。体裁は悪いがあいつを野放しにするわけにもいかん。ロックスが先にガープに突進するが、ガープは身を躍らせてそれを回避する。この場面は後のルフィが街道の8歳会を避けるシーンを彷彿とさせる。その頃ロジャーはすでにロックスの背後に回り込み、サーベルで背中から心臓を貫くように強烈な一撃を放つ。その衝撃でロックスは岸壁に叩きつけられる。ガープはその隙にロックスの左足をつかみ、その姿、呪い、なんとか解けねえのかと言いながらロックスを再び岸壁に叩きつける。2人にはまだ彼を救おうという意志が見える。ロジャーは目覚ませえと叫び、剣を振り下ろし、再び激しい覇気の衝撃が巻き起こる。激しい戦いが島全体を揺るがす。レイリーはシャッキーを抱えて失踪し、急げ、進め。ロジャーは止まらねえ、俺たちがここから脱出するまでな。あそこでは何か奇妙な覇気が渦巻いているようだぞ。と叫ぶ。私も一緒に行くわよ、いい？グロリオーサ。いいか、カイドウ。一生の恩だよ。借りは必ず返してもらう。ぐだぐだ言うな。勝負でお前が負けたんだ、リンリン。見てろ。俺はこれから全てを腕力で解決する海賊団を作ってやる。生意気になったね。お前が俺に勝てる日は来ねえ。リンリン、何してる？行くぞ。取り立てに行くぞ。返り討ちにしてやる。場面は変わり、ロックスが再び襲いかかり、ロジャーとガープは地面に倒される。その頃、別の場所にいたニューゲートはある人物に出会う。山を崩したのお前だろ？ニューゲート。誰だ？海賊団はバラバラのようだのう。俺はグラム。あんたの大ファンなんだ。帰る船もないんだろ？俺と一緒に行こうぜ。鬱陶しい、どけ。ポーロ海賊団船長、ポーログラムが正式に登場。その見た目からマルコとの関係は言うまでもなく、パイナップル一族だろう。グラムはニューゲートに共闘を申し出るが、ニューゲートは鬱陶しそうに追い払おうとするも、彼は立ち去らなかったようだ。一方、ステューシー、ガンズイ、ギルバスターらは財宝を手に逃走中だ。ギルバスターの側には幽霊が一体おり、後のペローナの能力と非常に似ていることから、先代のホロホロの実の能力者である可能性が高い。そしてギルバスターというキャラクターの元ネタは小田栄一郎先生の初期短編集ウワンティドに登場する同じく幽霊を連れたギルであり、これは20年前の小田先生へのオマージュと言えるだろう。場面は海軍の軍艦へ。ドラゴンは船に戻り、銃で海軍将校を脅し、岸にいる民間人を救助させようとする。何してる？ドラゴン。落ち着け。お前らこそ何してんだ。何に加担してるか知ってたのか？ドラゴン。この人たちを一人残らず救うんだ。わかったか？もし逆らうなら処刑される覚悟をしろ。ただじゃ済まんぞドラゴン。望むところだ。ドラゴンのこれらのセリフは後のエニエスロビーでのルフィを彷彿とさせる。
どこへ行く？レイリー、ギャバン、お前ら絶対に来るな。船を出して沖で待て。ロジャー海賊団側ではレイリーとギャバンがロジャーを探しに島へ戻り、他のメンバーには船を出して沖で待つよう指示する。あの島はなかったものとする。よいな。この時イムに憑依されたサターン星は政府の船に乗り込み、一足先にゴッドバレーを離れ、全てを抹消するよう命令を下していた。ここで興味深いのは、なぜイムは直接聖地マリージョアに転送せず、このように憑依する必要があったのかという点だ。ゴッドバレー事件。絶対機密レベル S、海軍本部 G11 支部、サイファーポールナンバー6。極秘任務及び特別報酬記録あり。人間狩り、参加選手名簿破棄。開催地ゴッドバレー島の位置、面積、人口情報破棄。事件による死者数不明。画面ではロジャーとガープ、そしてロックスの激戦がゴッドバレーの反対側の山を平地にしてしまっている。二人は傷だらけで息を切らしながら会話を交わす。はあはあ、ガープお前知ってたのか？あの政府の黒い化け物。正義が聞いて呆れるぜ。ぜえぜえ、同感だ。海軍辞めるならうちに来いよ、ぜえぜえ。バカ言え、俺が辞めたら海兵たちを誰が守る？はあはあ、つまり質量だと思わねえか、ガープ。質量？なんの？ぜえぜえ。そもそも武装色は悪魔の実の能力にも屈しねえ力。ましてやこっちは覇王色まとってんだ、聞いてねえはずはねえんだ。はあはあ。はあはあ、そりゃお前あっちも覇王色でガードしてんだ、相殺するに決まっ。だからよ。それを超えなきゃダメージは通らねえ。持久戦に持ち込んでも意味がねえ。このままじゃ俺たちが負ける。はあはあ、お前の覇王色の覇気を一度に全て解き放つっていうのか？その通りだ。何も考えずに全部ぶち込むんだ。そんなことをすればお前は死ぬぞ。決着できれば3人強戦闘不能。はあはあ。外せば俺たちは終わりだな。おい、ロックス。俺はお前を慰める言葉がわからねえ。お前の身に何が起きたのかもわからねえ。お前の無念だけはわかる。画面ではロックスが号泣しており、ロジャーは顔を覆い、見るに耐えない様子だ。泣くなよ、バカ。二人は最後の攻撃を放つ。日のかぐ土絵師と無限げんこつが交錯する。今話で最も衝撃的な見開きページで、ロジャーとガープの合体技がロックスの体を完全に打ち砕く。コマの中ではロックスの体はひどく損傷しているが、その闇のエネルギーは徐々に消散しているように見え、特に背中の翼はゆっくりと消えていく。ただロックスの顔だけは無傷のままだった。世界政府はこの事件を全て闇に葬ろうとしたが、一時代をかき乱したロックス D.G. ベック率いる無秩序集団ロックス海賊団の崩壊は隠しきれぬ残響となり世界を震わせた。編集コメント、伝説のゴッドバレー事件の全貌。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。